子です。今日はね、ポケットね、横についたカバン作りましたので、皆様にご紹介しますね。物を入れると中から取り出せますよ。それでは始まりです。まずね、キルト綿切りますよ。三角形のキルト綿に布を縫います。でこの布ですが、今回は3センチ幅のものと最後は少し大きいもの縫いますね。縫い代を外側に7ミリぐらい出して縫いますよ。一番最後の布はキルト綿が隠れれば何センチのものを使っても OK ですよ。そしたら縫い代を7ミリつけてカットします。でこれね、いっぱい作るんですよ。まずはこれね、表側と裏側の分ね、これを4枚で1枚のパターンができますね。キルト綿の端をミシンで縫います。このように作ったら、これね、4枚作るんですよ。そして2枚ずつ合わせて縫います。はい、トップができました。次ね、裏布をつけてキルトします。これね、ドットみたいに見えるけどちょっと違うんですよ。縫い代を 1.5 ぐらいつけてカットします。そしてキルトしてください。ミシンで縫っても大丈夫ですよ。はい、できました。次ね、横を作ります。マッチの部分ですよ。これはね、2つずつセットで縫います。その後
プレスして、これね、5つのセットを縫います。できたら裏布をつけてキルトしますね。この時の裏布はサイズありますね。キルト終わりました。紐作ります。これ使ったことありますか？持ち手の芯ですね。これ端ほつれるのでテープ巻きましたよ。紙のものですね。マスキングテープです。半分に切ったら接着芯貼ります。これね、糊のついている部分を上にしてプレスします。仕上がりね、このようになりますよ。布が開かないように接着します。次ね、印つけます。6センチのところに印つけます。ここから縫って6センチのところで縫い終わりなんですよ。布の端をしっかり縫います。このように作りますね。そしたらここに紐を通す時に使うものですね。これを中に入れて抜けると困るのでもう一度テープで貼ります。そしたらこの中に通しますね。はい、完成です。きれいに形を整えてくださいね。紐通しを外して完成です。次ね、カバン入れ口を作りますよ。7ミリ離れたところにキルト綿を針で留めます。そしてプレスですよ。これね、まずはステッチします。その後このファスナーをなるべく端に
縫います。そしてジッパー入れて完成ね。確認してほしいのはこの横とだいたい同じにできたかなと確認してね。少し大きいぐらいなら大丈夫ですよ。パーツの確認しますね。はい、この1、2、3、4つあれば大丈夫ですよ。次ね、これトップの縫い代をきれいにカットします。大きさ同じか確認してくださいね。次、この横ですね。まちの部分ね。これはトップだけ切ってね。綿とトップだけ切ります。で、入れ口の角を丸くカットします。そしたらまちに縫いますよ。布の端から7ミリ離れたところから縫い始めます。で、うっかり忘れたのがまちの端、ここね、布の端隠すの忘れました。今縫ってください。そしたら今度横縫いますね。ここ重ねてまた7ミリで縫いますよ。このようにできます。反対側も同じように縫ってくださいね。はい、できました。このようにできます。次ね、ファスナーついてるところ縫いますね。針で4等分の印をつけます。まずは中央から針で留めます。そして先ほど縫ったラインと重なるように針で留めて縫いますね。中心から縫い始めると簡単ですよ。重なり部分は1センチぐらい縫い線重なると2センチかな、2センチ重なるといいですよ。
直線はゆっくり縫ってくださいね。このように両方縫ってくださいね。でね、縫ったのはいいんですけど、またこの布の端を隠すのを忘れました。先にこの布縫っておくと縫うのが簡単ですよ。ここね、こんな感じで縫ってね。そしたら最後に布の端を裏布で隠します。はい、このようにできます。これ裏ね。で、これ表に返して持ち手の紐をつけます。ここ端折ってね、テープ外さないでそのまま縫いましたよ。ご自由に好きな場所につけてくださいね。その後、ここね、手縫いでしっかり縫ってくださいね。できました。ポケットね、底縫ってないので、これ物を入れた時にカバンの中に入るんですよ。カバンが完成したので、今日の動画はこれまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。